そもそも骨盤が立つって何っていうのを分かってねいらっしゃらない方多いと思うんですよね。はい、こんにちは、はこです。今日は骨盤が立つについてお話ししたいと思います。猫背がね、気になっている人、あと姿勢がね、悪いっていうのが気になっている人、それから腰痛がね、気になる方に向けた、お話になります。まず骨盤が立つってよくね、皆さん聞くと思うんです。特になんかね、雑誌とか、もちろんインターネットのね、情報でも骨盤を立てて座りましょうとかね、骨盤を立てて何とかしましょうってよくね、書いてあると思うんですけど、そもそも骨盤が立つって何っていうのを分かってね、いらっしゃらない方多いと思うんですよね。イメージはなんとなく背中ピンみたいなね、なんかそういうイメージ、猫背じゃないピンみたいなイメージだと思うんですよね。でも実はその背筋ピンっていうことが腰痛の原因だったりもするのでね、今日はちょっとその辺についてもお話ししていきたいと思います。で、ちょっとこれ骨の模型なんですけど、これが骨盤後傾で、これが骨盤前傾ですね。前に倒れてます。で、猫背の方っていうのは骨盤が後傾していって、このままだと後ろに行って倒れちゃうから、頭前にするから、猫背になるわけですよね。で、こういう人が骨盤立てるのねって思うと、じゃあどうするかっていうと、イメージ的にね、皆さん背中がピンっていうのが骨盤を立てることだと思うので、ここをクッとこうすると思うんですよ。背筋ピンって。でも、これ今骨盤後傾のままね、ここだけ、丸まってたとこだけこうやってるので、もう今真似してるだけで私腰痛いんですけど、ここすっごい負担がかかるんですよね。じゃあ骨盤が立つってどういうことかって言ったら、寝てるのが、こうなって頭がこう戻ってくる。これが骨盤が立ってる状態ですよね。で、私今これ力入れてないんですね。で、多分猫背の方は力抜いちゃうと、こういっちゃうので、この状態だと自然に骨盤を立てるっていうのはちょっと難しいですね。で、逆に、こういう方、これは骨盤を立ててるというよりかは、過剰に前傾させて骨盤が立っている背中ピンの人に見せている。無理やりな状態なので、これはこれですごい腰が痛いんですね。で、まさにこれ、私、前これだったので、すごい腰が痛かったんですね。で、これも骨盤が立ってるんじゃなくて、これは前に寝てる状態ですよね。自然と骨盤がやや前傾している状態。これが力を抜いた状態でできたら骨盤が立ってるっていうことですよね。骨盤を立てたら腰が痛くなります。もしくは骨盤を立てるつもりで背中ピンも腰が痛くなります。では、じゃあどうしたら骨盤がね、自然と立つのっていう話をしたいと思います。それはですね、もちろんここがきちんと動いて骨盤がやや前傾の状態に自然となるっていうのが骨盤が立っている状態なので、ここが動かないで骨盤が後傾している状態だとなかなか自然と立つっていうことを感じにくいので、まずね、この股関節周りをちょっと緩めてみたいと思います。はい。で、股関節周りね、緩めるのって今までお尻歩きを紹介していたんですけど、お尻歩きの前に手でちょっとね、緩めてみたいと思います。じゃあ、緩める前に、今の股関節どれぐらいね、硬いかちょっとチェックしたいので、足の裏と足の裏を合わせてみてください。で、多分ね、こうなっちゃう方結構いると思うんですよ。それか、後ろにあーって言っちゃいそうな方いっぱいいると思うんですけど、いいです。そのままでいいです。力を入れて落とそうとしないで、今の状態を確認してください。で、片方がね、上がっててもいいです。今の状態を知ることが目的なので、力を抜いて座ってください。はい。
で、今の状態を自分で覚えておいて、じゃあ片方だけね、緩めましょう。で、もう方法は手で緩めます。本当に。文字通り緩めます。もみもみと。この辺の股関節が入ってるところの周りの筋肉を手で緩めてあげてください。そうそう。で、お尻側も緩めてほしいんですね。手でこの辺。結構ね、このお尻の下、この辺もね、固まってる方多いので、こう緩めてあげてください。こんなことでって思うんですけど、結構、あぐらがしにくい方とかね、これでもしやすくなるので、はい。片方緩めました。そしたら、もう一回ね、さっきの、やってみてください。私、ほら、今、見てわかります？こっちの方がね、下がりやすくなって、こう、緩んで、こう、同じ力やると、ペロンっていう風な感じがね、ペロンって下がる感じがします。反対側も緩めましょう。これは実際に、朝の、私のね、スタジオでやってる朝のクラスでも、実際に60代、70代の方々がね、これで股関節を緩めてからお尻歩きしたり、体をね、緩めているので、どの年齢の方でもできるので、ぜひ緩めてみてください。はい、お尻側も緩めて、このお尻の下も緩めて、はい。これで、もう一度ね、最初と同じ、こう、落としてみてください。そうすると、さっきよりも、これが、こう少し骨盤が立ちやすくなった感じがね、する方がいると思います。もしくは、こう上がってたのが少しね、下がったとか、何かね、ここの動きに変化がね、あったのが感じ取れると思います。はい。じゃあ、股関節周りが緩んだところで、次にお尻歩きをして、股関節を実際に動かしていきたいと思います。まずね、あぐらで座って、かかとが一直線ぐらいになるようにします。はい。そしたら片方のお尻を上げて、反対。交互にお尻を床から浮かせていきます。そう。で、あまりね、膝を持ち上げないように、股関節はリラックスするようにしてください。はい。そしたら、今度は骨盤を後ろに倒していきます。はい。起きて、今度は骨盤を前に倒していきます。そう。この時にこうなると骨盤が後傾していて背中がね、丸まってるだけなので、骨盤から動かす感じ。はい。OK です。じゃあ反対足を組み替えて、で、これでもう一度お尻歩きをしていきます。で、もし膝がね、上がってこう、倒れそうで怖い方は手をついてもいいので、お尻を片方ずつ床から浮かせていきます。はい、OK です。はい、骨盤を後ろに倒します。起きて、はい、骨盤を前に倒します。はい。これで今ね、実際に股関節周りを動かしました。ではね、最初やったこの、もう一度ね、足の裏と足の裏をくっつけてみてください。こうすると、多分ね、最初より少し骨盤が、こう、後ろにね、こうなってたのが、ちょっと、こういう風になる感じがね、したと思います。で、これ個人差あるので、例えば、こんぐらいだった人が、こうなったかもしれないし、これぐらいだった人が、こうなったかもしれないし、それはね、人それぞれの今の状態があるので、違うと思います。でも、さっきより少し、なんか自然と前に行ったっていう感覚をね、つかめたと思います。これが自然と骨盤が前に立ってくる
状態をね、今体感したということになります。なので、何もね、力を入れなくても、このように骨盤が前傾するっていうことは、この股関節のはまりがきちんと動いて、自然と骨盤が立つっていう状態を作れるっていうことなので、今すぐにこれを力を抜いてやろうっていうのはちょっと難しいですね。こういう状態にある方は。なので、毎日ね、骨盤と股関節、この周りを緩めて整えて、動きやすい状態にね、していくことが大切です。なので、前の動画でもお伝えしましたけど、歯磨きとセットでぜひ朝と夜、毎日続けてみてください。チャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。